おはようございます。たかしです。本日は11月2日水曜日、ただいま6時30分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初に少しだけお知らせです。広瀬通商さんとのタイアップキャンペーンを継続中です。専用 URL から口座開設をいただくと、最大で55,000円のキャッシュバックがされます。スキャルピング専用の別口座を設けるのもありですね。お得なことはめんどくさがらずに、早めに実行しておくのがいいです。専用 URL は概要欄に貼ってあります。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは実体が小さいんですが、上髭、下髭の陰線となっております。これは今、ここからの下落ですね。先週の金曜日の大きな陽線、そして月曜日、火曜日と陰線をつけてはきたんですが、火曜日の陰線に関しては、上髭も下髭も出ているということで、ここから方向感を失っている、そんな感じにも見えます。方向感を失っているということは、ここからの反転の上昇になる可能性っていうところも考えておきたいですね。現在はここの緑のボックスを週足単位で大きく上抜けてきておりますので、基本的にはここからの押し目買いで上昇していくと考えます。ただこの値幅は結構ありますので、このボックス上限ぐらいまで169円ぐらいというところまでの下落も考えられますので、そう考えると下落幅は結構あるんですけれども、昨日のローソク足を見ていると、ここから上昇するんじゃないのかなという雰囲気も見えます。まだ昨日は陰線ですので、本日もう一本陽線が出てきてくれると、そこからの週末に向けての上昇っていうところが考えられるんですが、今夜は FOMC の発表もありますし、その辺がどう影響するかっていうところですね。それ待ちで昨日は値動きが小さくなっているところもありますので、とりあえず今夜の、夜中3時ですね。そこでの発表でどう動くかっていうところに注目です。インジケーターストキャスティクスは高値圏にありますので、ここからのロングエントリーは優位性がありません。マクディに関してはモメンタムが消えかけてきてますので、ここからどうなるかですね。では4時間足です。4時間足ではエリオット波動の5波が進行中と考えておりますが、なかなかに上値が重いなと、小さくトレンドはつけてきているんですが、今このオレンジのトレンドラインをわずかですが割ってきてますので、ちょっとこの辺が怪しいなというところ。ただ GMMA でサポートされて今陽線が1本、そこから今現在も陽線になりかけてますので、今ちょうど4時間足が始まったところですので、ここがどうなるかっていうところは注目なんですが、今一旦この下落に対して比較的大きめな陽線が出現していますので、ここから切り返してこれるのかというところですが、やはり FOMC 待ちになると考えられますので、あまり大きな値動きは期待できないかなと。今日も昨日の高値とか昨日の安値付近でうろうろとするような、そんな感じになるのかなという、そんな印象を持ってます。ただ、ここエリオット波動の5波目だと考えると、ここからの急騰も考えられますので、その辺は注意ですね。また、ストキャスティクスは今安値圏から強めにゴールデンクロスしてきておりますので、ここからの上昇っていうのも考えられます。過去の上昇を見ますと、ちょうどこの安値からっていうのがここになるのかな。ですので、ここの上昇とかになってきますが、直近で言うとこの安値圏に近いところからの上昇っていうのはここですね。なので、このくらいの上昇はしてきそうな感じですよね。と考えると、この小さなトレンドを継続して、またここの高値超え、170円超えっていうのをしてくるのかなという、そんな風にも取れます。現在4時間足 GMMA は上向きですので、基本的には上昇トレンド中。で、今、その調整の下落が終わって、ここから反転上昇、また元のトレンドに戻っていけるのかというところですね。これ以上深く刺さってくると GMMA を下抜ける可能性がありますので、まずは 168.8 付近、この紫のラインですね。この辺付近までもし下げてくるようなことがあれば、そこからは注意が必要です。では1時間足です。1時間足ではこの黄色のボックスを上抜けてからがかなり上値が重い、そんな印象ですね。1時間足の GMMA に沿って上昇しているわけではなく、結構この GMMA を上抜けたり下抜けたりっていうのを繰り返していて、すごくやりにくいなという風には感じます。現在は GMMA の下にあります。そしてこことかこことか今 GMMA に抑えられているのがわかりますよね。これでこの GMMA を上抜けられなければ、ここからもう一段下というところでこの黄色のボックス加減ぐらいまで
落ちてくる可能性もありますが、まずその前にこの紫のラインですね、168.9 ぐらい、この辺付近を目指して下落する可能性。現在はここに切り上げラインを引いているんですが、この緑のラインでサポートされている状態ですので、ここからどうなるかっていうところですね。まずここから上昇を狙っていくのであれば、GMMA の上に乗ってくるのを待つのがいいと思います。こんな感じですかね。GMMA の上に乗って、ここで GMMA でサポートされているのがわかると思うんですが、そこからの上昇に乗っていきたいので、まずは GMMA を上抜けて、そして次 GMMA がこのような感じで上昇に向かっていく。こんな感じですね。GMMA が上向きに動いてきて、そこにこのように乗っかってくるような動きをすると、そこからはロングエントリーをしていってもいいと思いますが、現在は GMMA に抑えられているところですので、ここからエントリーするのはあまり優位性がありません。逆にここでショートエントリーをしていいのかっていうと、それはそれで危険だなとは思います。4時間足の GMMA がすぐ下を走ってるんですね。ですので、ここは4時間足単位では押し目買いが入りやすいポイントになっております。ですので、もしショートエントリーする場合も一旦上昇後、例えばこの高値ですね、172円付近まで上昇してきたところで、ここでのダブルトップみたいな、その辺を狙っていくのはいいと思いますが、現時点からは下落するかもしれませんが、4時間足の GMMA と今1時間足の GMMA に挟まれているところですので、どちらに行くかっていうところを今は迷っている途中ですので、ここからのエントリー、買いでのエントリーも売りでのエントリーもどちらも今は控えた方がいいと思いますので、売っていきたいのなら一旦上昇するのを待つ、買っていきたいのなら GMMA に乗せてくるのを待つというようなトレードの仕方がいいと思います。ただ FOMC で大きく動くと思いますので、それまでにはポジション整理をしておくといいと思います。そうでないと本日のエントリーっていうのは巻き込まれる可能性が高くなってきますので、今日エントリーしたものは今日中に決済するという感じでやっていけばいいんじゃないでしょうか。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んで、ご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。